機動戦士ガンダムシードは21世紀のファーストガンダムを目指して作られた作品です。そのため機動戦士ガンダムに代表される宇宙世紀シリーズに見られる要素が随所に散りばめられた作品に仕上がっているので、このシーンどこかで見たことあるようなと思わせる要素が見受けられたり、いやそうはならんやろと一視聴者としてはツッコミを入れたくなるシーンが多々存在します。そこで今回はガンダムシードシリーズに対して劇場版の前に押さえておきたい各所で明かされた小ネタや裏話をまとめてご紹介させていただきます。1、キャラクターに込められた思い。まずはミリアリア・ハウです。ミリアリアはキラ・ヤマトと同じ工業カレッジに通うナチュラルの学生です。アニメ第1話から登場し、明るい性格が印象的な人物です。作中ではキラやサイヤーガイル、カズイバスカーク、そして恋人のトーレケーニヒなどと共にザフト軍のヘリオポリス侵攻に巻き込まれてしまい、アークエンジェルへの上官を余儀なくされてしまいました。その後アークエンジェルでキラが望まないにもかかわらずストライクで戦場へ向かわされる姿を見て艦のクルーに志願しました。その後はモビルスーツやモビルアーマーの完成を担当した後、オペレーター席に移りました。またコーディネーターに対してそれほど激しい差別や嫌悪感を持っておらず、トールが死んだ際は捕虜にしたディアッカ・エルスマンを感情に任せて刺し殺そうとしましたが踏みとどまっていました。そんなミリアリアですが、本作のブルーレイ特典映像で福田監督が語った内容によると、あえて美人にしすぎないという設定で描かれたことが明かされています。物語上キラは望まない戦場に駆り出され、徐々に心を病んでいきフレイにすがるという形になりましたが、もともとキラにとってフレイは憧れの存在という立ち位置であり、そんなフレイの誘惑に惹かれていきました。そういったストーリーの都合上、ミリアリアが美人だとキラが惚れてしまって物語に支障をきたしてしまうため、あえて美人にしすぎないように意識して描かれたそうです。またミリアリアと対照的なのがフレイ・アルスター。遺伝子操作ができるガンダムシードの世界においてナチュラルでありながらコーディネーターにも負けず劣らずの美貌とスタイルの持ち主となっています。キラにコーディネーターをできるだけ多く殺させた上で戦場で死んでもらうという目的のためにサイとの婚約を解消し、キラと体を重ねた人物です。そんなフレイはあえて嫌われる要素を詰め込んだキャラとして描かれたそうです。もともとフレイは嫌われるのが前提とされていて、それでいてフレイの存在がなければドラマ性が低くなるため、いなければならない重要な存在であり、フレイがいなければ物語が始まらない起点になるキャラとして完成したことが明かされています。またガンダムシードでは女性キャラクターの下着姿が何度か登場しますが、そもそも下着姿を見せたところでそのキャラの思いを明確に伝えることはできないので、フレイの心を明確に伝えたいということから第16話ではベッドシーンが描かれたそうです。ベッドシーン自体は倫理的な物議を醸し出したとは言われるものの、確かにそういったこだわりも含めて徹底的に悪女という要素が詰め込まれていたからこそ、ガンダムシードのドラマ性が高まって成功した要因の一つになったのは間違いないのではないでしょうか。2、シード発動条件。ガンダムシードの作中にはシード発動、通称種割れと呼ばれる演出が登場します。登場人物が何かに吹っ切れた際にこの演出が現れ、それを境目にキャラが強くなったりするなど潜在能力を発揮します。なお機動戦士ガンダムシードと続編のシードデスティニーのアニメ本編においては、キラ・ヤマト、アスラン・ザラ、ラクス・クライン、カガリーラ・アスファ、シン・アスカの5名が種割れを発動しています。劇中ではラクス・クラインのみ認識力が向上しているような描写となっていますが、それ以外の人物は種割れ演出が起きるとその後の戦闘力が向上しているような描写となっているのですが、この演出が起きる条件についてキラのシード発動条件はブルーレイ特典映像内で福田監督から明かされています。それは守りたい気持ちというもの。キラはもともとは優しくモビルスーツに乗るような子ではなく、結果的に残虐な行為をしてしまっているだけというキャラであり、守りたい気持ちが強くなった瞬間、種割れが発動しているそうです。キラ以外の発動条件は正確には語られていないようですが、アスランはためらいや迷いを断ち切った際に発動、カガリはアストレイ3人娘が撃たれ戦争を終わらせるための決意を強めた時に発動、ラクスは
死にゆく自軍の姿を見て戦争を止めるために突き進むことの覚悟を決めた時に発動。秦は力の足りない自分への憤慨によって発動といった感じでしょうか。ちなみに人物が覚醒する瞬間として伝わりやすいビジュアルだからか、アニメフルメタルパニックなどでもこのオマージュが登場しています。3. 総集編を入れる理由。アニメを見ていると時々やるのが総集編。それまでの物語を振り返るまとめの回となります。機動戦士ガンダムシードのテレビ放送時にはテレビ版第14話果てしなき時の中で第26話モーメントの2回が総集編として描かれているのですが、これが放映される理由は制作スケジュールがタイトすぎて次の話が間に合わない時となっているとのこと。ガンダムシードの制作スケジュールはとてもハードだったことが福田監督の口から明かされており、そのため後に再編集した HD リマスター版ではかなり修正を加えたそうです。戦闘シーンでバンクシーンが多いのも制作スケジュールのことが影響しているのかもしれません。劇場版の予告ではテレビ版の各パイロットに応じた機体の動きに似た動作が見られるものの、 CG で新機体が動いているからか躍動感あふれるシーンが多いので、個人的には劇場版の映像ではかえってかつてのバンクシーンがリメイクされていた方が時代に合わせて生まれ変わった動きを見れて面白そうな気がします。4. モビルスーツの設定変異。物語中盤、キラが狩るストライクとアスランが狩るイージスは激闘の末両機ともに大破しました。そしてキラはフリーダムに登場しアークエンジェルと共に戦うことになるのですが、その矢先オーブで進行する地球連合の新型機フォビドゥン、カラミティ、レイダーと戦いを繰り広げることになります。3機に苦戦するフリーダムは撃墜されそうになりましたが、駆けつけたアスランが狩るジャスティスによって救われ、そこから2人は協力して戦っていくことになりました。そんな物語後半ではフリーダム、ジャスティス、フォビドゥン、カラミティ、レイダーの5体のガンダムが登場するのですが、カラミティは最終版の 1.5 倍ほどのサイズ感にしたかったものの、プラモ企画側から却下されていたことが明かされています。確かに5体のうち1機だけサイズが違うとガンプラの反則で不都合が出るのはわかる気がしますが、逆にカラミティが 1.5 倍サイズだった場合、もしかしたらサイコガンダムのような扱いで出ていたのかもしれません。ただもしサイズが大きかったらレイダーに登場するシーンもなくなり、 HD リマスター版でパーフェクトストライクと戦うシーンもなくなるということなので、相当違ったものになっていたのではないかと思われます。ちなみにガンダムシードの売れ行きが良かった結果、プラモ企画側から文句を言われなくなったので、ガンダムシードデスティニーではデストロイを出すことができるようになったそうです。またラスボスであるプロビデンスは当初は予定になかった機体だったものの、ガンダムシードの人気が出たため出演許可が出た機体とされていますが、巨大モビルスーツカラミティという構想も考慮すると、もしかしたら当初のラスボス機体候補は巨大なカラミティか何か別の巨大モビルスーツやモビルアーマーだったのかもしれません。なお後半主役機体フリーダムガンダムの名称は当初はファイヤーガンダムの予定だったとされています。しかし周囲の反対により再考され、機動戦士ガンダムの初期名称であるフリーダムファイターから着想してフリーダムの名前になったとのこと。しかし名前にダムが2回つくことから語呂が悪いということで再び反対意見が多く、シナリオ打ち合わせ時にはライター全員からの反対を受けていたそうです。しかし制作陣にはオタクが多いことから、新規層を取り込むためには逆にオタクに嫌がられる方が一般受けがいいと判断してこの名前に決まったそうです。今では非常に人気の高い機体フリーダムガンダムですが、まさかの全員反対を覆して今の名前に決まったというのは驚きです。逆に違う名称だったらどんな名前が似合うのか、ぜひ皆様のコメントお待ちしております。5. キラヤマトの最後。物語の最後、キラはフリーダムでプロビデンスを何とか倒すもののジェネシスの照射に巻き込まれました。しかしフリーダムが大破するもののなんとか生き延びて物語は終わりを迎えました。こうして生き残ったキラですが、構想段階ではキラが死んで終わるというエンディングも考えられていたそうです。もしキラが死んでいたら作品の評価が全く違うものになっていたかもしれません。6. 声の枯れたマリュラミアス。フリーダムが初登場する回舞い降りる剣では
マリュー・ラミアスが沈みかけるアークエンジェルで奮戦する様子が描かれているのですが、マリュー役の声優三石琴乃氏は同回であまりにも叫びすぎた結果、最後の次回予告で声が枯れていたそうです。他の予告と聞き比べてみると、激闘の渦切り裂けガンダム、赤き力よみがえれガンダム。個人的にはそこまで違和感は感じない気がしますが、声優さんの凄さに脱帽です。7. 不可能を可能にした男。機動戦士ガンダムシードに登場するムーラ・フラガは不可能を可能にする男として知られているキャラクターです。ムーはザフトに追われる中で大胆な作戦を思いつき、不可能を可能にする作戦でアークエンジェルの窮地を救うこともありました。そして物語終盤では戦艦ドミニオンの両円グリン砲がアークエンジェルを直撃しそうになりますが、ストライクでこれを防ぎます。モビルスーツで戦艦の主砲を防ぎアークエンジェルを守るという奇跡を見せましたが、ストライクは爆散してしまいました。当時のテレビ版ではムーのヘルメットが宇宙空間に漂う様子が描かれており、完全に命はついえたと思われていましたが、その人気の高さゆえか、続編のガンダムシードデスティニーでは一命を取り留めており、ネオ・ロアノークとして登場しました。なお、後に再編集が加えられた HD リマスター版では、ヘルメットが漂うシーンはストライクが漂うシーンに変更されてヘルメットがなくなっており、さらに不可能を可能にしています。なんたって俺は不可能を可能にする男だからな。8. キラの不殺主義の真相。機動戦士ガンダムシードの主人公キラ・ヤマトは作中でストライクに登場し、親友のアスランが狩るイージスと死闘を繰り広げた結果、戦争を終わらせることを強く願うようになると同時に、できる限り誰も殺さないという考えで戦うようになったキャラクターです。他のガンダム作品でもこういった思想が描かれることがありますが、キラはどうしてそこまで強調するのかと言わんばかりに徹底的に強調されているとして、ファンの間で物議を醸し出すことがあります。この理由として、まず機動戦士ガンダムシードではソードストライクでイージスを撃とうとした際にブリッツの攻撃を受けますが、テレビ版では通称ニコルギリでブリッツを撃破しました。しかし HD リマスター版を見ると、まるでブリッツが勝手に対艦塔に当たりに来たかのような演出に見えてしまいます。これは実際は奥行きを考えた時に、テレビ版では動き方がおかしいということから奥行きに違和感がないように変更されたというものです。しかし一見ニコルが自ら対艦塔に当たりに来たように見えてしまうということで、結果的に一部の視聴者に意図が伝わらず、思わぬ解釈の方向へ向かってしまったということがブルーレイの特典で明かされています。なおキラはその後はプロビデンスのみ撃破したものの、基本的には徹底して武装のみを破壊しています。続編のシードデスティニーでも武装のみを狙って攻撃を行いますが、インパルスとの戦いでは腹部を狙う描写がありました。ガンダムシードでは同様の構図のシーンでデュエルの脚部を破壊していて、インパルス戦では同じ動きで腹部を狙っているので撃破するしかないと判断したようにも見えますが、公式ホームページの説明によると、キラはコックピットを避けて攻撃するしかないと描かれている上に、ブルーレイ映像特典コメンタリーによると、これはデュエル戦のオマージュであり、さらにキラはシンを殺すつもりがないので、インパルスが機体を上昇させるのを見越して腹ではなく膝を切ろうとしたことが語られており、さらにこの時のキラはインパルスにやられるとは思っておらず舐めてかかっていたので、撃墜シーンはキラとしてはしまった、そんなバカなというものであり、敗北したことへの驚きの顔であることが明かされています。またキラはそもそも不殺主義という設定はなく、殺さないといったこともなく、ただ相手の戦意を削ぐ戦い方というだけなので、殺す時はきっちり殺すキャラなので、デストロイ戦ではきっちりとどめを刺しに行っているとも言及されています。しかし一方で、恋人であるラクスを狙う教団をかばってミーヤが撃たれた際には銃を構えたものの、発砲したのはアスランだけであり、一発も撃つことはありませんでした。このように劇中の演出の見え方から視聴者の多くにはキライコール不殺主義という印象をもたらしており、制作陣の思いと違う解釈が飛び交うようになったのではないでしょうか。撃ちたくないと言いながらなんだお前は。9. オマージュに吹っ切れたあのセリフ。第1話からザクオーリアが登場するガンダムシードデスティニーですが、
その他にも機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツが見られます。その一つがグフユナイテッドでした。機動戦士ガンダムに登場するジオン軍のモビルスーツといえば、ザク、グフ、ドム、そして水陸両用モビルスーツとしてゴッグ、ズゴック、アッガイ。終盤の宇宙での戦いではゲルムグやジオングが登場します。制作陣の話ではもともとはザクしか登場させない予定だったそうですが、グフの出演が決まったことからグフが出るならドムまでがワンセットという概念があったため、ドムまで出そうという話になったそうです。こうしてドムトルーパーが登場し、ジェットストリームアタックを仕掛けることになりました。またオマージュをどこまでやるのか悩んでいた制作陣の雰囲気が一気に切り替わったタイミングがありました。それがザクとは違うんだよ、ザクとはという西川貴教氏によるかの有名なランバラルのセリフ、ザクとは違うのだよ、ザクとはのオマージュでした。こうしてセリフでオマージュが入っているのなら作画も遊んでいいのかなという雰囲気が広がることになります。そのため他にストライクフリーダム初出撃シーンでは機動戦士ガンダムのコンスコンの全滅、12機のリックドムが全滅、3分も経たずにかというセリフをオマージュしてわずか2分で25機のザクとグフが全滅だというシーンも生まれましたが、同時に作画面でもファーストガンダムを意識した映像が多々現れるようになったそうです。10. ドムトルーパーとそのパイロットたち。物語後半では全ての戦争の元凶とされるロゴスのロードジブリールをオーブがかくまっているという情報を入手したザフト軍がオーブを攻撃します。カガリエラース派は暁に登場し、オーブを救うために奮戦するもデスティニーの前には太刀打ちできず危うく撃墜されるところでしたが、ストライクフリーダムがこの窮地を救いました。この時もう一つの降下ポッドが降りてきましたが、その中から現れたのが3機のドムトルーパー。3機はジェットストリームアタックを仕掛け戦いを繰り広げていくのでした。そんなドムトルーパーの号機はヒルダハーケン登場機が003、ヘルベルト・フォン・ラインハルトが004、マーズ・シメオン登場機が009とされているのですが、この号機が003、004、009とされているのは00ナンバーサイボーグから取ったものということが明かされています。ちなみに具体的な共通点は明かされていないのですが、サイボーグ009は年代によって複数の絵柄が存在するので、参考に映画009リサイボーグのイラストを並べて比較してみると、003はフランソワーズ・アルヌール、ヒルダとは女性という点が共通点でしょうか。004はアルベルト・ハインリヒ、ヘルベルトと似ているのは顎の形でしょうか。009は島村ジョー、マーズとの共通点は前髪の雰囲気でしょうか。なんとなくわかるようなわからないような気がします。では各パイロットは一体誰をモチーフにしたのでしょうか。マーズに関してははっきりしたことは明かされていませんが、ヘルベルトについては飛行戦機ドラグナーの敵キャラナナンのオマージュとされています。なおヘルベルトが口に加えているのはまさかの国とされており、体内の鉄分不足を補うためという不思議な設定も存在します。ヒルダは機動戦士ガンダムのマチルダージャンに眼帯をつけたキャラとして描かれました。またブルーレイボックス4の特典映像の暴露話では同性愛者という設定が明かされており、ラクスのことが好きだからか最終話でキラとラクスが抱き合うシーンでは少し不満げな表情をする様子が見られます。ちなみにそんなドムトルーパーのパイロット3人のパイロットスーツにはあえて角が付けられたことも明かされており、黒い3連星のパイロットスーツとの共通点が見られるものになりました。ということは劇場版の3人のヘルメットにマッドアングラー体の模様に似たデザインが描かれているのはジオン水泳部のシード版機体に乗ることを示しているのではないかと思うのですが、果たしていかに。11. ユーナロマセイラン。ガンダムシードデスティニーにはユーナロマセイランというキャラが登場します。ユーナはオーブの中でもいわゆる最高権限を持つ5大氏族の一つセイラン家の跡取りであり、劇中ではオーブは中立を維持すべきという係の主張に対して地球連合内の大西洋連邦に協力する姿勢を取るべきと判断を下します。かつてオーブを救ったこともあるザフト軍のミネルヴァに敵対し、
オーブを侵略した地球連合に協力することに不満を覚えるオーブ軍人が多い中、感情を抜いた政治的判断で物事を進めようとするキャラとして描かれました。かがりと結婚しようとするも、結婚式に乱入するフリーダムに妨害されたり、戦争の元凶ロゴスのロード・ジブリールをかくまい、オーブに戻ったかがりから国家反逆罪で逮捕、拘束されて殴り倒された後、落下するブフ・ユナイテッドの下敷きとなり死亡しました。そんなユーナは髪の色がナルマザビのオマージュということが明かされています。ブルーレイ特典オーディオコメンタリーの話では、あくまで髪の色にしか言及されていませんが、お坊ちゃま的な雰囲気がどことなくガルマに似たものを感じさせるキャラクターを意識して描かれたのかもしれません。12、天城と来ればそがしかない。オーブ出張連合国の軍人には渋いキャラクターたちが多数登場します。前大戦でフリーダムとサンバカとの激戦の中、家族を失ったシン・アスカは戸高一茶によって保護されました。そんな戸高は大西洋連邦に協力しようとするオープに憂いを感じていたので、フリーダムがかがりをさらった際には敬礼して見送るほどの人物。戸高はクレタ沖で大西洋連邦に協力の姿勢を見せなければならないことから、ザフト軍のミネルヴァと戦うことになりますが、ソードインパルスの攻撃で撃沈されます。この時乗艦していた空母武三勝には副艦の天城がいました。天城は戸高と沈みゆく運命を共にしようとしていましたが、戸高から諭され他の将兵と共にアークエンジェルに行くことになりました。こうして天城はアークエンジェルの CIC 指揮官の任に就くことになりました。その後ユーナがジブリールをかくまったことでザフトからオーブが攻撃される中、かがりは暁に登場しユーナの逮捕命令を出すと、すぐさま将兵がユーナを殴り取り押さえました。この時左ストレートでユーナを殴った人物が蘇我となります。蘇我はその後大抜擢を受けてメサイア攻防戦では宇宙巡洋艦草薙の艦長になり、さらに天城が草薙の副操縦士兼 CIC 管制官を務めて終戦へ向けて貢献しました。この2人について福田監督は天城と来れば蘇我しかないとブルーレイ特典で語っておられます。天城と蘇我といえばウルトラセブンに登場するウルトラ警備隊の2人の名前。ウルトラセブンの天城と蘇我はウルトラセブンを助けることに一役買ったキャラクターなので、立ち位置も含めてここから来ていると考えることができそうです。13、池谷、豪雨、西澤。同じくオーブ軍人には池谷、豪雨、西澤という3人が登場します。この3人はもともと戸高や天城と同じ空母武三勝に所属する村雨のパイロットでしたが、天城と共にアークエンジェルに移乗してからはデストロイとフリーダムの戦いの際に息の合った連携攻撃でカオスを大破させ、墜落するところに追い打ちをかけて撃墜に成功したという輝かしい戦績を持ちます。その後は目立った活躍はありませんが、暁を援護したりメサイア攻防戦でも終戦まで活躍しているようです。そんな池谷、豪雨、西澤の3人ですが、この名前は機動戦士ガンダムシードデスティニーのスタッフの名前がそのまま用いられており、さらに見た目も似た外見で描かれたことが明かされています。ちなみに各エンディングを見直してみたところ、池谷氏と西澤氏の名前は見つかりましたが、豪雨だけは見当たらなかったので、もしかすると何か別の関係者の方なのかもしれません。14、アスランカーがアスラーダ。機動戦士ガンダムシードデスティニーの作中でザフト軍艦ミネルヴァはユニス7破砕作業を行うも惨事は食い止めきれず、地球各地は甚大な被害を受けてしまいました。こうして地球に降りたミネルヴァは宇宙で受けたダメージの修理を行い、さらにカガリエラース波を送り届けるべくオーブに向かいました。その時にアスランザラが外出するのに車を使用するのですが、この車が新世紀 GPX サイバーフォーミュラサガに登場するアスラーダ GSX の市販版ベルサーティスに似ているということで話題になりました。サイバーフォーミュラはガンダムと同じサンライズ作品であると同時にガンダムシードシリーズと同じ福田監督が務めておられることから、アスランカーがアスラーダという組み合わせが実現したのかもしれません。なお現在ガンダムエースで連載中の機動戦士ガンダムシードエクリプスの主役モビルスーツエクリプスガンダムの変形した姿がアスラーダに見えるという意見も多く、さらに福田監督は過去に無敵メカトライダー G7 にて福田光雄名義で設定制作を担当されているので、巷では
そういった経験が現在につながっているのではないかとも言われています。15、オープニングで裸のキャラが多い理由。機動戦士ガンダムシードデスティニーのオープニングは4種類。厳密には4番目のオープニングは戦闘シーンが書き直されたものも含めると5種類が存在しますが、3番目のオープニングから各キャラクターの裸が多く描かれるようになりました。特に4番目のオープニングを見てみると、マリュウ、ラクスとキラ、下着姿のカガリ、アスラン、そして再びマリュウ、ムー、レイ、ステラ、ラクス、キラ、そして戦闘シーンを挟んで再びラクスとキラ、シンとルナマリア、タリア、シン、このようにたくさんの人物の裸が登場します。これは登場人物の心を表すという意味でこのように描かれたことが明かされています。確かに各オープニングのキャラを見比べてみると、マリュウやムー、タリア、レイなど後半にかけて心情が描かれているキャラほど4番目のオープニングでは裸で表現されているようになっています。カガリは最終的にアスランではなくオーブのために尽くすという別れを選んでいることからアスランに巣を見せようとしていた、つまり裸になろうとしていたものの、迷いながらもオーブ代表という道を選んだということで、裸ではなく下着姿になっているのかもしれません。ちなみにデュランダル議長だけは裸のシーンが描かれていないのですが、これは最後まで本当の心の内を明かさないキャラという意図が込められているそうです。ぜひ興味のある方は各オープニングを見比べてみてはいかがでしょうか。制作意図が非常に面白く感じると思います。16、宇宙クジラとは何だったのか。劇場版の PV でも描かれている宇宙クジラの化石。ガンダムシードの作中で登場して以来、何かの伏線かと思われるも、特にこの化石が物語に関わることはなくシードデスティニーは終わりました。一見、謎の地球外生命体が存在することを示唆するようにも見えますが、ガンダムで地球外生命体と接触というのはリアリティがない。そして、あくまでコーディネーターが宇宙を目指す正当性を納得させるために作った設定ということが明かされています。ガンダムシード内では、バルトフェルドがキラとカガリと会話するシーンで、人類は進化していってるということを説明する際、宇宙クジラの描写が映っていることから、劇場版ではファウンデーションがコーディネーターを超える種を作り出そうとしているという話の中で、人類の進化について語る際にこの描写が再び出てくると考えることができそうです。ということで以上、シードシリーズの小ネタ集総まとめでした。劇場版でもきっとまた一度見ただけでは気づけない面白いネタが仕込まれていそうな気がします。ぜひ皆様の好きな小ネタや裏設定、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。